前回のあらすじ。冷戦の影が色濃くなる世界。中国は国内の安定化を成し遂げ、サイバネティクスによる計画経済を導入することで国際的な影響力を急速に拡大させていった。2005年10月23日、延平島砲撃から始まった朝鮮半島での緊張はやがて日本と台湾を巻き込んだ大アジア戦争へと発展。朝鮮半島での激戦に勝利した中国は台湾を台北特別区として併合。約1世紀に及ぶ分断にようやく終止符を打つこととなる。しかし戦後、ソ連との関係が中国の一連の改革、ソ連のコンピューター路線批判などから急速に冷え込んでいき、2007年6月5日にはソ連が中国に宣戦を布告。モンゴルをはじめとするアジア諸国がかつてない不安に包まれる中、中国の新たな戦いが始まろうとしていた。ソ連との戦争が始まったけどどうするか。まずは我が国とソ連の戦力比較からしていきましょうか。そうだな。まずは工場数から。工場数は民需、軍需、統戦種すべての項目において中国の方が多そうですね。さすが世界の工場。そしてこちらが陸海空軍の比較。陸と海は拮抗していて、空は中国側に利があるのだ。言い忘れていましたが、これはソ連単体と中国の比較。ソ連側にはワルシャワ条約機構加盟国もありますが、今の工場数や分量はここからさらに増えることを忘れないでください。あ、そういえばそうだった。しかし防衛だけなら耐えられるはずです。でも防衛だけしてでもソ連相手に勝てなくないか。ご安心ください。ミッション画面には中ソ戦争に関するものが追加されており、勝利条件としてウラジオストク、ブリヤート、チタ、ビロビジャン、アムール、ウランバートルを占領すれば我々が勝利できます。なるほど。なので戦争序盤は防衛に徹して、敵が疲弊したら攻勢に移りましょう。わかったのだ。それじゃあいざ戦闘開始。ソ連の宣戦布告の翌日、ワルシャワ条約機構加盟国が続々敵方で参戦してきました。まだ焦る時じゃないのだ。満州と新疆方面は一部後退を余儀なくされたけど、徐々に内地からの師団が到着して防衛に成功しているのだ。それは良かったです。しかしソ連経由の陸路が封鎖されたせいで貿易が回路に集中した結果、輸送船が不足して資源が輸入できていないので、なるべく早く終わらせてください。なんで輸送船を作ってこなかったのだ。だってソ連との戦争が始まるとは思ってもいなかったですし。とりあえず攻撃戦を引いていつでも反撃できる体制を整えておくのだ。そして開戦から3週間後にはソ連側の戦死者数が100万人を突破。戦線が長いのもそうですが、やはり現代兵器が主体の戦争なので戦死者数の伸びが早い。開戦1ヶ月後には200万人が消えてるのだ。敵の充足率もだいぶ下がっているので、そろそろ反撃の頃合いでしょう。そうだな。今こそ攻勢の時。かつて奪われた土地を取り戻すのだ。ついに満州から新疆に至るまでの全ての戦線で一斉に反撃が始まった。見た感じほぼ優勢。すでにモンゴル方面ではワルシャワ条約機構軍を包囲できたのだ。ユーゴスラビア軍やチェコスロバキア軍とまさか極東の地でこんな目に遭うとは思いもしなかったでしょうね。さらに沿海州でもソ連軍を包囲できそうなのだ。すでにウラジオストクは我々が占領しましたし、ここで一気に20師団程度包囲できますね。そして開戦から3ヶ月目にはモンゴルが降伏。唐突に始まった中ソ戦争で国土を激戦区にされたモンゴル軍。さらに同時期には日本海において大規模な海戦も勃発。敵空母、巡洋艦、駆逐艦、フリゲートなどを26隻沈める大戦果なのだ。でも中国海軍も空母が5隻沈んでいるんですけど、これ本当に勝利なんですかね。でも勝利って書いてあるから、それに沈んだ空母は旧式の空母だし、まだ19隻あるから大丈夫なのだ。依然として中国海軍はオホーツク海とその周辺の海域にいるソ連海軍を圧倒。ソ連の海運ルートはほとんどが大西洋でしょうけど、少しくらいは妨害ができていそうですね。そして中ソ戦争の開戦から約4ヶ月が経った2007年9月23日、ついに中ソ戦争の勝利条件の州を全て占領したことで、ミッション画面から勝利宣言ができるようになりましたね。すでに中国軍は極東から中央アジアへと軍を移動しつつあり、このままウラル山脈を越えてモスクワまで攻めることもできるのだ。しかしすでに中国側は残りヶ月の攻勢で100万人の兵が死にました。もちろんソ連側も1000万人の兵が死んでますが、このままモスクワまで攻めるとなると、さらなる中国側の戦死者数の増大は不可避となるでしょう。確かにそれもそうか。それにソ連を崩壊させて西側を増長させるのも嫌だしな。では勝利宣言をしてとっととこの戦争を終わらせましょう。というわけで2007年9月23日、モスクワ条約締結。中華人民共和国は新たにモンゴルとウラジオストクに首都を置くロシア人民共和国を勢力下に置いたのだ。ソ連は800万人の兵と広大な勢力を失い、しばらく混乱が続くでしょうね。
マー兵を失ったのは中国も同じだし、貿易の停止により一部武器に不足が発生しているのだ。いずれにせよしばらくは中国側もおとなしく過ごしましょう。とりあえずおとなしく過ごす期間では、前回の動画から進めていた経済の自動化が進行。あらゆる経済的決定が今や高度に透明なアルゴリズムと客観的データによって下され、従来の官僚機構は消滅。いかなる情報も人の手によって改ざんされることがなくなりました。そして今やコンピューターによって我が国の計画経済は完全に自動化。かつてのソ連が夢見たサイバネティクスによる機械改造を完成したのです。なんかとんでもないくらいのバフがもらえるな。そしてここ数十年のたゆまぬ奮闘を経て、中国は歴史上のいかなる時期よりも中華民族の偉大なる復興に近づいています。中国共産党の指導のもと、中国の特色ある社会主義の道の上で、中華民族は必ずや立ち上がり、豊かになり、強くなるという偉大な飛躍を成し遂げるでしょう。改革開放の進化から始まった一連の改革が続々と実を結びつつあるのだ。外交面では大人民共和国の支援を再開。中ソ戦争で支援が中断されていましたが、軍事政権に対して共産政権は耐えれていましたか。投手団が一瞬で敵を包囲して殲滅。支援を再開してから1週間程度で軍事政権は崩壊したのだ。あ、ソ連がアメリカに宣戦布告したのだ。中ソ戦争でかなりの兵が死んだのにソ連はまだ戦争する気なんですかね。一応丸2年は平和に過ごしてたし、ソ連軍は再建に成功したんじゃないか。なるほど。で、中国はこの第三次世界大戦にどう関わっていきましょうか。選択肢はソ連と協力して全面的に介入するか、武装中立を保つか、ソ連とは別に単独で行動を起こすか。どうしましょうか。だいぶ悩んだけど、ここは上の選択肢の全面参戦にするのだ。2年前まで戦争してた相手なのに。前の戦争でソ連軍を保護したせいでこのままだと世界大戦でソ連が負けるのは目に見えているのだ。だからこそここは一旦ソ連を支援するために全面参戦なのだ。一方の国家方針は琉球構成を計画。想定では NATO がソ連との戦争に釘付けになってる隙に中国が日本とその同盟国を倒すのだ。なるほど。できるんですかね。できると思うけど完遂する前にソ連が死ぬ気がするのだ。ええ。だから日本に宣戦布告する前にソ連への支援を開始。宣戦布告した割にソ連は全く前進できてませんね。やっぱり中ソ戦争で師団を殲滅しまくったのが原因か。まあ何にせよドイツに対して攻撃を開始。目標はベルリンなのだ。西側の師団はなかなか守りが深いですね。無停止で攻撃し続けるのだ。それ敵も疲弊する。いやすでに攻勢で人民解放軍4師団が蒸発したんですけど。あれこれやばい感じか。無謀な攻勢は最新鋭の兵器で機械化された我が軍でも一瞬で吹っ飛ばされます。とりあえずドイツを解放したら直ちに本国に帰還させて代わりの軍団を送るのだ。今はちょうどベルリンを解放しましたね。依然として人民解放軍はドイツ領内を西へ進軍。ソ連軍は全く活躍できてねえじゃねえか。ここで義勇軍は5師団が蒸発し、残存する師団も充足率が5割を割ったから帰還。直ちに本国より別の軍団を派遣するのだ。ここまでしてやったんですし、ソ連には戦後多大な見返りを要求しましょう。その後新たに派遣された人民解放軍がドイツ臨時首都のハンブルクを解放したのだ。その後は北部にいる NATO 軍を殲滅し再び西部に転進。西部都市のシュトゥットガルトを占領したところでドイツは降伏しました。よしよし。すでに日本に対しての攻撃計画は立案できていますがどうしましょうか。始めてもいいけどまだソ連が負ける可能性があるからこのままフランスとスペインまで向かうのだ。第三次世界大戦はもはや NATO 軍と人民解放義勇軍の戦いですね。ソ連軍はもはや空気。まあ人民解放軍にとっては60年前と似たようなもんだし慣れたもんなのだ。朝鮮と同レベルに捉えられたソ連。実際この海部の弾は朝鮮戦争の朝鮮そっくりなのだ。はい、というわけでエベリアまでぶっ飛ばして進軍できたよ。第三次世界大戦の開戦からは10ヶ月が経ちました。ここまで来ればソ連が押し返されて負けることもないはず。直ちに日本に対して宣戦布告なのだ。第二列島線を突破するのです。早速沖縄に対して上陸を開始。少しだけ防衛手段がいましたが簡単に撃退できましたね。そして沖縄からフィリピンに向けての上陸作戦を進めるのだ。それと同時にインドにおける中国の湿地回収作戦を立案します。マクマホ9はイギリスによって勝手に引かれた国境線でありいかなる中国政府からも承認を得たことはない。今こそ正しい国境線にする時なのだ。なので早速インドにも宣戦布告。かつてインド内戦で我々は敗北しましたが今度は必ず勝ちます。それと同時に東南アジア諸国も再び影響下に置くのだ。作法体制をインドシナに地下秩序を取り戻しましょう。ラオスとカンボジアに宣戦布告。独立保障の関係でベトナムも敵としてついてきますので注意。いろんなところに戦線があってめちゃくちゃ忙しいのだ。とここでパキスタンが降伏しましたね。残るインドもあと少し。
その後はムンバイを占領したところでインドが降伏。日本率いる東アジア条約機構には加盟していないのでここで講和会議が始まったのだ。その裏では沖縄から日本本土への上陸作戦も開始。難なく上陸に成功したのだ。後続部隊を本土から輸送する中、カンボジアが降伏。残る主要な敵国は日本かオーストラリアくらい。日本は同盟国フィリピンの防衛に手段を割かれているようで日本本土にはあまりいませんね。このまま東京を占領、そして仙台まで北上したところで日本は降伏したのだ。東京条約締結。これにより東アジア条約機構が降伏してその全てが中国の勢力下に組み込まれたのだ。 TFR にあるような傀儡国を立てることはできないんですね。まあそれは今後のアプデに期待ということで、同時期にはワルシャワ条約機構と NATO との間でもワシントン条約が締結。これにて第三次世界大戦が正式に終結しました。これにより大陸側の NATO 加盟国は全てソ連の衛星国となったのだ。 NATO は大きくその勢力を後退させ、国際社会での影響力はほぼなくなったに等しいでしょう。実に愉快なのだ。そして我々中華人民共和国も勝利を収め、東アジアとその周辺に新たな秩序をもたらしたのだ。最後の国家方針、中華秩序宣言を進めるよ。今こそ天安門の上楼の上に立ち、世界へ向けた中華秩序宣言を行うのです。2015年の元旦、3分の儀仗隊が金水橋を渡り、56発の礼砲のリズムに合わせて歩を進め、主席台の上に立った国家主席は、アヘン戦争以来続いた中華民族の屈辱は二度と受けないことを宣言。そして広場に集う何百万もの群衆の頑固の声が東アジア全土を覆い尽くしたのだ。天長重厚、万古長征、チフカの栄光は再び蘇り、永遠に輝き続けるでしょう。というわけで4回に分けてやってきたレッドダスク、トワイライトケセイ、中華人民共和国プレイはここまでなのだ。結局ユーラシア大陸は中国とソ連で分ける形で落ち着いたんですね。今後の世界はどうなるのか、それもモッドノークで次第といったところなのかな。ぜひ皆さんもワークショップからモッドをダウンロードして遊んでみてくださいね。というわけで今回の動画はここまで。また次回も見てくださいね。それじゃあバイバイなのだ。